今日は日本語の私についていろいろなことをお話しします。私は自分のことを指す言葉で一人称です。日本語にはこの一人称がたくさんあり、使う人や場面によって変わります。それでは私について詳しく見ていきましょう。1、私の意味と使い方。私は男女ともに使える一人称で丁寧な場面や初対面の人と話すときによく使われます。例えば、学校の先生やお店の人と話すとき、私は〇〇ですと自己紹介します。また、正式な場面やビジネスの場でも私を使うと丁寧な印象を与えます。2、他の一人称との違い。日本語には私以外にも多くの一人称があります。例えば、男性が使う僕や俺、女性が使う私などがあります。僕は主に男性が使う柔らかい表現で親しい間柄で使われます。俺は男性が使うカジュアルな表現で友達同士でよく使われます。私は女性が使うカジュアルな表現で親しい友達との会話で使われます。これらの一人称は使う場面や相手によって適切に使い分けることが大切です。3、私の歴史。私という言葉はもともと私から来ています。私は昔は公に対する個人を意味していましたが、中世以降、一人称として使われるようになりました。その後、私が短くなって私となり、現在では一般的な一人称として広く使われています。4、地方による一人称の違い。日本の各地方では、独自の一人称が使われることがあります。例えば、東北地方では、オラやオイラ、関西地方では、うちなどが使われます。これらの一人称は、その地域の文化や方言に根ざしており、地元の人々との会話でよく使われます。5、一人称の使い分けの重要性。日本語では、一人称を使い分けることで、相手との関係性や場面に応じた適切なコミュニケーションが可能になります。例えば、ビジネスの場では私を使い、友達同士では僕や俺を使うことで、相手に与える印象が変わります。適切な一人称を選ぶことは、円滑なコミュニケーションのためにとても大切です。6、外国語との比較。日本語の一人称の多様性は他の言語と比べても特徴的です。例えば、英語では一人称はIだけですが、日本語では多くの一人称があり、使い分けが求められます。この多様性は日本語の豊かさを示す一方で、学習者にとっては難しさの一因ともなります。7、一人称の選び方。一人称を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。相手との関係性。目上の人や初対面の人には私を使い、親しい友人には、僕や俺を使う。場面。フォーマルな場では、私、カジュアルな場では、僕や俺を使う。性別。一般的に、男性は、僕や俺、女性は、私やうちを使うことが多い。8、
一人称の変遷。時代とともに、一人称の使われ方も変わってきました。昔は、拙者や、それがしの一人称が使われていましたが、現代ではほとんど使われなくなりました。一方で、新しい一人称が若者の間で生まれることもあります。9. 一人称と文化。日本の文化では、相手や場面に応じて自分の立場を変えることが重視されます。そのため、一人称も多様であり、使い分けが求められます。これは、日本の礼儀や敬語文化とも深く関わっています。10. まとめ。私は、日本語の一人称の中でも、丁寧で一般的な表現です。しかし、他にも多くの一人称があり、使う場面や相手によって適切に使い分けることが大切です。日本語を学ぶ皆さんも、ぜひこの一人称の使い分けに注目して、より自然な日本語を身につけてくださいね。今日は、日本語の、私、について、いろいろなことをお話しします。私は、自分のことを指す言葉で、一人称です。日本語には、この一人称がたくさんあり、使う人や場面によって変わります。それでは、私について、詳しく見ていきましょう。1、私の意味と使い方。私は、男女ともに使える一人称で、丁寧な場面や、初対面の人と話すときによく使われます。例えば、学校の先生やお店の人と話すとき、私は、〇〇ですと自己紹介します。また、正式な場面やビジネスの場でも、私を使うと丁寧な印象を与えます。2、他の一人称との違い。日本語には、私以外にも多くの一人称があります。例えば、男性が使う、僕や、俺、女性が使う、私などがあります。僕は、主に男性が使う柔らかい表現で、親しい間柄で使われます。俺は、男性が使うカジュアルな表現で、友達同士でよく使われます。私は、女性が使うカジュアルな表現で、親しい友達との会話で使われます。これらの一人称は、使う場面や相手によって、適切に使い分けることが大切です。3、私の歴史。私という言葉は、もともと、私から来ています。私は、昔は公に対する個人を意味していましたが、中世以降、一人称として使われるようになりました。その後、私が短くなって私となり、現在では一般的な一人称として広く使われています。4、地方による一人称の違い。日本の各地方では独自の一人称が使われることがあります。例えば、東北地方では、オラや、オイラ、関西地方では、うちなどが使われます。これらの一人称は、その地域の文化や方言に根ざしており、地元の人々との会話でよく使われます。5、一人称の使い分けの重要性。日本語では、一人称を使い分けることで、相手との関係性や場面に応じた適切なコミュニケーションが可能になります。例えば、ビジネスの場では私を使い、友達同士では僕や俺を使うことで、相手に与える印象が変わります。適切な一人称を選ぶことは、円滑なコミュニケーションのためにとても大切です。6、外国語との比較。日本語の一人称の多様性は、他の言語と比べても特徴的です。例えば、英語では一人称はIだけですが、日本語では多くの一人称があり、使い分けが求められます。この多様性は、
日本語の豊かさを示す一方で、学習者にとっては難しさの一因ともなります。だが、一人称の選び方。一人称を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。相手との関係性。目上の人や初対面の人には私を使い、親しい友人には、僕や、俺を使う。場面。フォーマルな場では、私、カジュアルな場では、僕や、俺を使う。性別。一般的に、男性は、僕や、俺、女性は、私や、うちを使うことが多い。8、一人称の変遷。時代とともに、一人称の使われ方も変わってきました。昔は、拙者や、それがしの一人称が使われていましたが、現代ではほとんど使われなくなりました。一方で、新しい一人称が若者の間で生まれることもあります。9、一人称と文化。日本の文化では、相手や場面に応じて自分の立場を変えることが重視されます。そのため、一人称も多様であり、使い分けが求められます。これは、日本の礼儀や敬語文化とも深く関わっています。10、まとめ。私は、日本語の一人称の中でも、丁寧で一般的な表現です。しかし、他にも多くの一人称があり、使う場面や相手によって適切に使い分けることが大切です。日本語を学ぶ皆さんも、ぜひこの一人称の使い分けに注目して、より自然な日本語を身につけてくださいね。